おはようございます。まちです。本日もご視聴ありがとうございます。ちょっと髪の毛を切ってみました。ちょっとこっからは短くしていこうっていう気持ちでいますので一旦ここのぐらいの長さにしてみました。まあいいんですけど、そんなことは。今日はですね、ガジェット系の話題ですね。皆さん、充電系のケーブルとか USB-C、どんなものを使ってますかっていうことなんですけど、自分も結構こういうケーブル系大好きで、いろいろ買っては試してしてるんですけど、今日はそんな、マッチセレクトですね。結構用途別で USB-C ケーブルだったり分けて使ってみてるので、その辺のマッチセレクトを3選今日は紹介したいと思います。それこそね、こういう USB-C でもいろいろあるんで、用途別で分けてる理由とかも解説しながらやっていこうと思うんですが、プラスで、この、言ったら高級 USB-C なんですけど、ちょっと届いてますので、結構ね、画期的なシステムなんで、これもプラスで紹介できたらと思います。ということで、今日も一日よし、ではじゃあ早速、まずじゃあ、この自分がデスクで使ってるケーブルを先に紹介したいと思います。2つあります。では、1本目。この USB-C ケーブルですね。これ、ミンスリスっていうものかな。ちょっとメーカー名が微妙にわかんないんですけど、このケーブルが、一番自分がお気に入りで使ってるケーブルなんですけど、もう1本目から本命登場ということですが、このアンカーのね、このアダプターと合わせて使ってるんですけど、このデスクに常設してるケーブルで、本当にこうスマホの充電とかにメインで使ってるケーブルなんですけど、これが 100W 対応で、何が一番いいかっていうと、このケーブルの先端が実はここがモニターになってるんですよ。これちょっと繋いでみますね。ちなみに自分ケーブルには全部このナイロンバンドをつけてまとめられるようにしてますやっぱちょっとケーブルまとめるの大好きで必ずつけてます。これいけるかな、頼む。よしよしよし、いけた、いけてるぞ。こんな感じで、今充電するとここに今何ワットでこのスマホに電気が入ってるかっていうのが見れるんですよ。この機能自分大好きで、初めてこのケーブルでこの機能のついてるものを使ったんですけど、なんかこう電気が入っていってる感がすごいするから、それ以来ほんとこのモニター付きのケーブル大好きでドハマりしてます。なんですけど、このケーブルね、今なんか今日調子良かったんですけど、ちょっと断線気味っぽくて、ちょっとねすっごい調子悪いんですよ。さすがにもう毎日1年以上ずっと使ってるから、そろそろちょっとやばいなっていうことで、それも兼ねていろいろケーブルまた買いあさってちょっと今回この動画を撮ろうと思ったんですけど、なのでちょっと1本目はこのケーブル、自分が一番気に入ってたケーブルです。ちょっと調子悪いんですよね。で、これの代わりに買ったケーブルが次です。その2本目がこちらです。じゃん。これほんと届いたばっかりで、本当にまだ2日3日ぐらいしか使ってないんですけど、このトゥーキーっていうメーカーかな、トゥーキーの USB-C ケーブルなんですけど、性能的にはさっきのケーブルと同じで 100W パワーデリバリー対応の、このモニター付き、これがさデザインめっちゃかっこよくて、こんな感じで、ここがモニターになってて、また充電すると何ワット入ってるか見れるんですけど、このなんて言うんだろう、このアルミ感、金属感プラスこのスケルトン感がちょっと少年心をくすぐりすぎて、めちゃくちゃこれ今気に入ってるんですけど、で、その特徴としてはここですね。これめちゃくちゃ特徴で、スプリング形式になってるんですよ、このケーブル自体が。なので小スペースで使いたい時はこう伸びるしみたいな感じで使ってるんですけど、って感じなんです理由を話しますね。この色かっこよくない？ちょっと水色っぽい感じで光るんで、これめちゃくちゃかっこいいんですけどね。何がちょっと気になってるかっていうと、このスプリングがいいんですけど、自分このデスクの下に電源があって、そっからこう出してるんですけど、ケーブルをやっぱこうスマホとか繋いでると常にテンションかかるんですよ。こう全然スペース取らなくて、外したらピョンって戻ってくれるからいいんですけど、なんかずーっとこう充電しながら使うとなるとテンションかかってずっと引っ張られてるみたいな、それがあるんで、ちょっとそこが気になるかな。
だからちょっと使いどころって感じですね。もうこの性能自体はすごいいいし、この充電のね性能もすごい良くて、それこそデータ転送とかもこれ 480GBps かな、この両方、これもこっちもそうなんですけど 480GBps でデータ転送もできるから、まあその辺は安心なんですけど、だからこのデスクの電源周りの位置の関係とかがちょっとあんまりマッチしてなくて、でそれも考えてその辺もちょっと改善したいなと思ったんで、実は今普通の電源タップを使ってるんですけど、こう USB-C と、電源が入る普通の4口ぐらいのタップがこの下にあるんですけど、タワー型を買ってみました。今日届くんですよ。ちょっとこの動画撮ってる時に届けばそれも開封しますね昨日ポチったんで、タワー型の電源、タワータイプの、まあ後で見せますね。でなのでちょっとそれも期待しつつ、じゃあ3つ目いきましょう。3つ目はですね、それこそそのケーブル選びに結構苦労してる車の中です。自分の車で使ってるケーブルをちょっとお見せしましょう。はい、ということで3つ目、車の中で使ってる USB-C 紹介します。結構車の中ってこう取り回しとか、あとこのなんていうの、内装のデザインとかともなんか合わせたいなとかあって、結構ねこのケーブル選び難しいんですけど、このビートルそんなにポートはなくてこのシガソケから普通に使ってるんですけど、運転席のここですね、ここで使ってる USB-Cと、まあこれがここもこのアンカーのシガソケから取れる USB と USB-C のパワーデリバリー対応のシガソケのこれから使ってる USB-C がこちらです。はい、これです。 U グリーンの USB-C ケーブルなんですけど、これも100W 対応してて、基本的に自分が使ってるケーブルは全部メインで使ってるのは 100W 対応のケーブルです。この辺の例えばスマホとかだったら、さっき見てもらったように 20W とか対応してれば全然十分なんですけど、いざとなった時PC とかも充電したいんで、自分の場合なので、基本的に安心の全部 100W で統一はしてます。でこのケーブルのいいところとして、このケーブルだけ自分この L 字になってるものを使ってるんですけど、この L 字だと、例えばスマホのねこの先端、例えばスマホ充電の時に横にねケーブル逃がせるとかあるんですけど、車でなんでこれ L 字使ってるかっていうと、ここのねシガソケ部分の見づらいかもだけど、このケーブルをちょっと今適当ですけど向こうに逃がせたりするんですよ。これが普通のケーブルだとこうやって縦に出ちゃうじゃん。こう縦に出ちゃうのがすごい嫌で、これが理由でL 字を使ってケーブルを向こうに逃がして、こっちともうまく這わせて、でここにあるこのスマホホルダー、これ磁石でくっつくタイプなんですけど、ここに這わせて向かってあげてるっていう感じです。こんな感じで車の中では運用してます。そんな感じでいろいろねこうケーブル試して車の中で使うの何がいいのかなっていろいろやってみてはいるんですけど、一旦これが今自分の最適解なんですけど、そこでちょっと活躍しそうなのが、さっき届いてた高級 USB-C、 ちょっとねあれがねもしかしたら車いいんじゃないかっていうので思ってるので、ちょっと次それを開けますかさっき使ってたコイル状の USB-C、 それをここに持ってきて、この長さよりは使いやすいから、車でこうスマホをいろんな方向で使うことほぼないし、運転中とかだからそのテンション感も気にならないかもしれないから、もしかしたらそれがいいのかなとも思ってて、だからちょっと2つそのどっちかを試してみたいと思います。じゃあちょっと高級 USB-C を開けましょう。一旦マッチセレクト3つ、これで以上です。OK、じゃあ最後にこの次世代 USB-C ケーブル開けてみますか。これマグタイムっていうところが出してるマグネティックチャージングデータケーブルなんですけど、これねサンプルで送っていただいたんですが、ちょっと試してみてくださいってことで、すごいの。開けた瞬間にこのなんていうの、箱から磁力がわかる？このくっついてんだよね、もうすごい磁力を感じるんです、この箱から。だからちょっと今日はちょっとこれ開けてみますね。よし、じゃあちょっと開封していきます。基本的な特徴としては、ほんとこのパッケージにあるように磁石の力でこう勝手にコイル状にまとまってくれるってやつなんですよね。だからここで使ってたこのタイプの
コイル形状じゃなくてなんかテンションがあんまりかかんないんじゃないかなって思ってて、これはちょっといいんじゃないかと思ってるんですけど、とりあえず開けてみるか。使ってみないと分かんないからね。今回これ今2種類手元にありますけど、この違いも後で説明しますね。これどうだろう。はい、でまずこのでかい方の箱からじゃん。おー、本当にこれだけだ。ケーブルだけしか入ってない。やっぱこのケーブルが特殊だから、このケーブルの太さ自体は結構あるね、他のと比べると。このちっちゃい方も開けてみるか。比較したいもんね。はい、ちっちゃい方。おー、結構ずっしり感あるかも、こっちの方が。こう持ってみるとさ、このシルバーの方がなんかコンパクトに見えるから軽いかなって思ったんだけど、結構このシルバーの方がちょっとずっしり重量感がある。ケーブルも太いしね。これっていうのも、こっちのシルバーの方は、これがなんと 240W 対応なんですよ。 240W ですよ。今まで紹介してたこのケーブルたちは 100W 対応でした。これ 240W です。めちゃくちゃ最強本当に PC の充電も余裕ですね。でちなみにこのケーブルなんですけど、今まではこう充電用途として基本的に自分は紹介してきましたが、このケーブル、こっちの黒もそうなんですけど、映像出力がいけるタイプのケーブルです。映像出力、この例えばさ、今モニターとか、これは対応してないんだけど、モニターとかで USB-C からこう USB-C でモニターに映像出力できるっていうのが結構増えてきてるんですけど、そのケーブルとしてもこいつ使えるんで、映像出力ももちろん、データ転送ももちろんいけて、データ転送もね、これめちゃくちゃ速いんですよ。今までのこっちのケーブルたちは、480Mbps かなでデータ転送できたんですけど、こっちのこの2本、この最強2本は、20ギガ、マジで充電だけとして使うにはもったいないレベルのケーブルなんですよ。でこっちの黒が、こっちは、100W 対応ですね。その充電の出力としては、今まで自分が紹介してきたお気に入り3選と、その出力的には変わんないんですけど、これも映像出力いけます。両方とも 8K60Hz が遅れて、データ転送も 20Gbps ということでマジ最強なんですけど、あと気になるところはこの磁力でどんな感じで使い勝手が良くなるのかなっていうところなんですけど、これちなみに今このサイズで巻いてるけど、もう一回りちっちゃいサイズで巻くこともできるのかな。あ、できるね。できるわ。このサイズでも全然巻けるわ。だからこう使って使い終わったらそのまま束ねるだけでこうまとまってくれるんだ。あ、まとまってくれた。はあ、こっちの黒い方も例えばこの長さで、例えばはい、これ使います。このくるくるの癖も取りました。充電しました。はい、じゃあしまいましょうってなった時にこう多少自分で巻いてあげなきゃいけないけど、適当でもいいか。あ、適当でもいいわ。このバッグにポンみたいな。持ち運びにいいかもね。そう考えると結構、これどうなんだろう。車で使うか迷うな。今さ、これどのぐらいまでちっちゃく巻けるのかなと思ってやってみたんですけど、これぐらいまではいけます。このサイズ感だからちっちゃくは巻けるけど、その代わりこの幅自体が太くなるから、だから狭いとこで車の中で使うのはどうかなっていう感じかもな。普通にこうお出かけの時にカバンにポンって入れるのはめちゃくちゃ便利だと思う。あとはこうデスク最強だから、この転送速度とかがデスクでこう使って使い終わったらペタペタペタみたいな。デスクだな。自分の場合だから車は決まりました。USB-C のこの新しい配分、今決定しました。車は試しにこのスプリングタイプを使ってみます。これコンパクトだし、スッとこの車の下にしまえるから、これでいきます。でこれはデスクで使います。使った後はすぐスプリングというか磁石でこう戻ってくれるし、抵抗感もないから。これしかも充電最強だし、データ転送も最強だし、これデスクで、ユーグリーンのこれもこっちのデスクにしようかな。デスクの周りはやっぱ何本 USB-C があっても困んないんで、充電するしいろいろ。これもデスクにしようかな。でこれをちょっと外出用で1本持っていくっていう感じにどっちかをねしましょうかね。
はい、ということでちょっと今日はこのマッチセレクトのお気に入りケーブル類をいろいろ紹介させていただきましたが、ぜひ参考にしてもらえればと思います。このマグタイムのこのケーブルももちろんこの辺紹介したやつも概要欄に詳細貼っておくので、ぜひそちらから見てもらえればと思います。そうだ、このマグタイムのこのケーブル、これ USB-C タイプを今回紹介しましたが、ライトニング、iPhone 用のライトニングとかももちろんラインナップあるのでキャッチしたあるので、自分であったやつをちょっと見てもらえればと思います。というわけで、いつもこんな感じでガジェットとかカメラの動画やってますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、今日はこの辺で終わりです。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。おまけ届きました。今届きました。こんなに遅くに Amazon 配達してくれるんですね。はい、 Amazon Basic のタワー型電源タップ、なんて言ったらいいんだろう、タワー型のやつです。電源タップだ。電源タップタワー型。いいんじゃない？めっちゃ軽いね。これめっちゃ軽いね。動きそう。充電器からこう引っ張ったらこんな感じで、正面に主電源があって、ポートが普通の USB Type A が2つと C が1つと、サイドにこれがコンセントが123456789みたいな感じで9個口ですね。上には何にもないわ。なんかね、上にもいろんなタイプがあって、このタワー型の電源ってで、いろんなメーカーさん出してるんですけど、結構上にこの主電源があるタワー型のね、このタップが多かったんですけど、なんか上に主電源があると、もしなんかの拍子でバンとか触っちゃったりしたら全部電源落ちちゃうんじゃないかなと思って、ちょっとそれが怖くて、主電源が前にあるタイプを自分は選びました。いろんなデザインあるから本当におしゃれなのもめっちゃおしゃれなのもあったり、三角形のやつがあったり選べると思います。ちょっとこれで自分のデスク周りの電源をまとめて、うまいことちょっと整理しようかと思います。ではありがとうございました。また次です。